指定の異変を解決した私たちを待っていたのは当然宴会だ。黒幕の守谷神社に会場はもちろん酒から魚から全部持たせるんだから、さすがレイムだよな。前にもこういうことあった気がするぜ。で守谷の巫女がせがむもんだから、私が赤い霧の異変の話をすることになった。あの日謎の幽霊屋敷に侵入した私は吸血鬼フランドーレと戦闘になった。確かにチェックは驚いたが、言っとくけど別に手が出なかったってわけじゃないからな。さあこれから反撃だって時に水を差したのが魔法使いパチュリーだ。聞けばこいつらの親玉はこの館の主エミリア・スカーレットってやつらしい。そいつが幻想郷を征服して人間も妖怪も支配するとか言い出して、赤い霧で空を覆い尽くすときたもんだ。そんなのこの私が黙って見過ごすわけがない。だがパチュリーは大口叩くだけあって魔法の腕は半端じゃなかった。私は絶対絶命のピンチに陥った。月には村雲、花には風とおぼろみに隠れた焦燥。焼き付いた顔、理解者の証さえいくつも先まで僕の進むに運を満たしてもうなく消えた安らぎ手をてめばえたレンジを譲る気はない。月には村雲、花には風とこの後より彼方へ行く。気づけるなら雲突き抜け風切り裂いて雲を歌いだけ絆を。今回の完結戦の異変はゆかり様の適切な介入で通常の異変の範疇に収まりましたが、潜在的な脅威度はレミリアの異変に匹敵するものでしたね。あの異変の件も十分成功したと思ってるわよ。ありがとうございます。いい月ね。大元の原因を作った守谷神社の二柱の活動は今後も注意する必要がありそうです。妖怪ですもの。異変を起こしてこそよ。せいぜい今後も暴れてほしいものね。妖怪の山を工業化しようなどと企んでいるようですし、そちらの方向でも要注意かと。またこれで往来が可能になった地底から今後また有望な妖怪が出現しないとも限りません。こちらも情報を収集していく考えです。頼りにしてるわラン。今はゆっくり体を休めてちょうだい。明日からまた頑張ってもらわないといけないわけだしね。ゆかり様は今回の白霊の巫女を少々買いかぶりすぎでは。何を言い出すかと思ったら、私は霊夢に可能性を見ているだけよ。可能性ですか。ひょっとするとゆかり様の目的は
の式落ちちゃってるんじゃないの？あ、チェン、大丈夫か？今式を打ち直してやるから。チェンもまだまだね。さあ、あちらはどうなったかしら？マリサさん死んじゃったんですか？なわけないでしょ。今そこで講釈垂れてるのは誰なのよ。だって長い便所だったな。っていうかレームはあの時何やってたんだよ。ああ、そこのメイドが知ってるでしょ。館に来るまでのことくらいは話してほしいんだけど。ああ、別に普通にまっすぐ行っただけよ。ああ、そういえば途中で妖怪に会ったかな。さっきの減らず口はどうしたの？いつもこうずっと私だけ一人。お姉様たちいつも私を仲間外れにして。コーマ館へようこそ。白霊のミカ、あんた人間？平等とは手の込んだことをしますね。平等？なんでもいいわ。あんたのご主人様を出しなさい。あの赤い霧迷惑だからやめてほしいのよ。お嬢様はお会いになりません。代わって私がおもてなしするよう申し使っております。邪魔するなら妖怪だろうと人間だろうと対峙するまでよ。無駄よ。マリさん、ハチをやっつけたの？当たり前だ。まあちょっと手応えのある相手だったな。お前は本当に蚊帳の外らしいな。で続きはどうする？
やらないのか？じゃレームを待ってレミリアってやつを退治しに行くか。お前さっきから何うじうじしてんだ？だいたい家が退屈だったら外に遊びに行きゃいいだろ。あっさ、お前の人生だ、好きにするさ。マリサ、パチュリーが怖くなかったの？怖いとか怖くないとかじゃないだろ。他人に指図されないで自分の思うように生きようと思ったら戦わなきゃダメなんだぜ。血でめまいが。大丈夫ですかパチュリー様、無理なさるから。あんた手品師に転職しない？人間の里でやったら当たるわよ。私人間のところで面白い冗談ね。もう終わりにしましょう。人間から恐れられ意味嫌われてきたこの力、本気で震えばあなたは何も理解できぬまま死ぬ。私を理解できるのはお嬢様だけ。解除。これはやっとかかった。幻想郷じゃあんたみたいなのは別に珍しくないの。この先こっちでやっていくつもりならこれ以上私に面倒かけないことね。いつの間にお姉様、フラン、そこで一体何をしているの？お姉様、私お姉様をやっつけて外に出るわ。フラン、部屋でおとなしくしていなさいって言ったでしょ。今はそれどころじゃないの。それにそのネズミは何？お前がレミリアだな。私は霧雨マリサ。今はこいつの立ち会い人だ。お姉様、私本気よ。夜桜に君を隠して新たな道へ無情な選択美しさもなく引き